はようございます。たかしです。本日は3月12日火曜日、ただいま9時17分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。現在は日足で小さくダブルトップを作っての下落中。ストキャスティクスはそろそろ安値圏に入りかけておりますので、そろそろ反発をイメージしておきたいんですが、ただここのところ連続陰線ですよね。昨日もそうですし、先週もそうですが、ずっと連続陰線ですので、こういうところで値頃感の逆張りをすると、そのまま下に持っていかれますので、そこはご注意ください。ただ、ストキャスティクスはそろそろ安値圏に差し掛かってきてますので、今週のどこかで反発しそうな雰囲気は感じます。ただ、マックで弱いので、そんなにどんどん上昇するっていう印象はないんですが、今、買い足では下落トレンド中ですので、この下落トレンドに対する調整の上昇、そこから再び下落みたいな、そういう動き方をイメージしておきたいです。現在は GMMA の青帯にも接触しておりますので、やはり反発しやすいところですね。で、この昨日とかもそうですし、先週とかを見ていてもわかるんですが、結構長い下髭出してますよね。ですので、やっぱり反発はしようとしているんですね。反発しようとしているんですけれども、上値が重いので、最終的には下落したという、そういう形にはなっております。では、4時間足です。4時間足はこのオレンジのトレンドラインを下抜けて、そしてこの黄色の丸、ここダブルトップのネックラインも下抜けてきておりますので、基本は下目線、GMMA の青帯も下向きですので、基本は戻り売りで考えていきたいんですが、やはり現在地っていうのはこの過去の安値、この辺ですね。2月の12日とか2月の15日とか、ここ下髭を出している安値がありますよね。その辺付近に今来ておりますので、やっぱり反発しやすいポイントではあるんですね。もうちょっと下落するかもしれない。187.6 ぐらいまでは下落する余地があるんですが、ここも過去の高値ですね。ここですね。ですので、そのあたりまで下落する可能性はあるんですけれども、やっぱりそろそろ反発してもおかしくないところまでは近づいてきておりますので、昨日も比較的大きめには下落はしてきておりますが、そろそろ一旦の下げ止まり、そこからの反発上昇を見ておきたいですね。GMMA の青帯との乖離がずっと開いたまんまですので、やはり一度 GMMA の青帯ぐらいまで戻していく可能性は考えておきたいんですが、現状を見ているとここ金曜日、月曜日とこの下落の仕方ですね。分かりにくい下落の仕方はしているんですが、ずっとじりじりと下げてきておりますので、現在地からもし反発上昇したとしても、それほど大きな上昇になるとは考えにくい。ただ、やはりインジケーター的にもそろそろ反発してもおかしくないところにはありますので、今日以降、今週のどこかで反発上昇してくるだろうというふうには見て取れます。ただ、上がったところは売られやすくなりますので、基本的には戻り売り、下落トレンドに従ったトレードをしていく方が安全だとは思います。では、1時間足です。1時間足、ここ月曜日、金曜日から細かい波を描きながら下落してますよね。これ今15分足の GMMA に沿って下落トレンドを作っているんです。1時間足はちょっと分かりにくいんですが、15分足は GMMA の青帯に沿って綺麗に下落してきておりますので、トレードするのであればそういうところを見ておくのがいいかもしれません。ただやはり先ほども言いましたように、4時間足、日足ともに反発してもおかしくないところまでは下げてきておりますので、15分足の下落トレンドが継続するのであれば、その流れに乗っていけばいいんですが、それが仮に上昇トレンドに変わっていくのであれば、一旦様子見がいいと思います。昨日もそうですが、1時間足の GMMA でほぼ接触してませんよね。そして4時間足の GMMA は結構乖離がありますので、比較的大きめの反発上昇してくる可能性、この白い水平線、もしくはオレンジの水平線ぐらいまで反発上昇する可能性がありますので、現在は188円付近ですが、188.5 から189の間、この白とオレンジの水平線付近まで上昇する可能性も考えておくといいと思います。ただし、基本的には GMMA の青帯下向きですので、1時間足、4時間足ともに下落トレンド中ですので、上がったところを売っていく。そして今言ったのは上がるのを待ちましょうという意味なので、いつも言いますけれども、下がりきったところから売っていくのはトレードに優位性がありませんので、まずは調整の上昇を待って、調整の上昇したところからの次の下落の流れを見ておくと安全なトレードができます。では次はドル円ですね。ドル
円はここ黄色丸の安値を現在目指して下落中と見ております。ただここまで到達するかどうかわかりませんが、今近いところまでは来ましたよね。ほぼターゲットは達成していると考えております。もしこの黄色丸安値まで下がってくれば146円ぐらい、145.9 ぐらいまでは下がってくることになりますので、その辺は見ておきたいですね。もう少し下げる余地はあるんですが、そろそろ一旦下げ止まってもおかしくないところにはあります。GMMA の青帯を下抜けてますので、基本的には上がったところを売っていく戻り売りスタンスで、上昇すれば売られやすい、そういう試合にはあります。ただストキャスティクスは安値圏にありますので、やっぱり一旦先ほど言ったように反発してもおかしくないところではあるので、まずは一旦の反発を待つ、そしてそこからの再びの下落の流れに乗っておくとトレードはやりやすいと思います。では4時間足です。先ほど日足に描いていた黄色丸がここですね。で4時間足で見るともうちょっと値幅があるんですね。現在が 146.7 付近にありますので、だいたい146円少し割るぐらいのところまで下落してもおかしくないので、もう少し下落余地はあるんですが、やはりここ現在地揉み合ってますよね。昨日金曜日の終わりぐらいから揉み合っているんですが、このポイントっていうのは過去にもこうやって揉み合ったところになりますので、現在地付近で値固めをして上昇するということも十分考えられます。で、ポンド円と同じく GMMA の青帯と乖離が進んでますので、やはり一旦この辺ぐらいまで GMMA の青帯ぐらいまで戻してもおかしくはないと思いますが、まずはこのオレンジの水平線ぐらいまでですね、147.6 付近、そこまでの上昇を待って、そこからの再下落っていうところをイメージしておくか、GMMA の青帯ぐらいまで戻していって、そこからの再下落をイメージしておくといいと思います。4時間足はすでにストキャスティクス上昇中、マクでもゴールデンクロスしてきておりますので、本日朝から少し下げてはきておりますけれども、インジケーターを見ているとどんどん下がるというイメージは持てませんので、やはり昨日とか金曜日の動きを見ていても底固めをしている感じにも見えてきますので、一旦の反発上昇を待って、そして GMMA の青帯付近からの再びの下落という流れをイメージしておくとやりやすいと思います。では1時間足です。1時間足はすでに GMMA の青帯に接触して下落してきております。ただこの接触昨日からあったんですね。昨日からずっと GMMA に接触しているんですが、なかなか下げきれずに本日ちょっと下げてきたっていうところですね。ただここの動き、この昨日とか金曜日の動きを見ていると、先ほど4時間足で言いましたようにちょっと下げ止まりっぽい動き方をしておりますよね。下がってもすぐ反発、下がっても反発っていうことを繰り返しておりますので、ここを下げ止まりとしてこの1時間足の GMMA を上抜けてくるのか、4時間足の GMMA 付近まで上昇していくのか、それとも現在地付近、ここレンジにも見えてきますので、このレンジを下抜けてさらにもう一段下、先ほど言ったオレンジの水平線ぐらいまで下落していくのかというところを見ておきたいですね。基本的にこの昨日の動きを見ても分かるように、かなり分かりにくい動き、しかも値幅もほとんどありませんので、ですのでこういうところでトレードするというよりは、もう少し余裕を持った動き方をしてきてからトレードをしていく方がやりやすいと思いますので、先ほど言ったようにまずはこのオレンジの水平線 147.6 付近まで戻すのを待って、そこからの下落の流れとか、もしくは4時間足の GMMA 付近がおそらく今この辺を走っているんですね。ですのでこのもうちょっと上昇してくる、148円ぐらいまで上昇してくるのを待って、そこからの下落の流れとか、その辺を見ておくといいんですが、本日そこまで動くとも考えにくいので、そう考えるとドル円は一旦様子見がいいのかなと思います。もしくは昨日のこのレンジですね、昨日の高値安値というところでのレンジ、比較的小さなレンジになりますのでトレードは難しくなってくると思いますが、そのレンジの中でのトレード、そしてそれを上抜ければ一旦はオレンジの水平線まで、下抜ければ先ほど4時間足で言ったラインまでみたいな、そういうトレードの仕方をしておくとエントリーポイントが絞れますので、トレードはやりやすくなると思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画の投稿をしてます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。